皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は半丸つなぎの差し子付近を制作していきます。よろしくお願いします。とは言いつつ、実はもう完成しております。はい。今日の動画はですね、完成した半丸つなぎを見ていただくっていうのがメインなんですけれども、同時に最近完成した付近で紹介していなかったのもあるので、そちらも見ていただこうかなと思ってます。もうここにちょっとねチラ見せしているんですけれども、はい。でもこれはね後ほど登場しますので、はい。一旦こちらの半丸つなぎの方から今日お話しさせていただきます。まずはこの動画、今回のね動画までの振り返りをしようかなと思います。半丸つなぎに入って1回目は模様を描いているところを動画にしました。2回目から刺し子に入りまして、2回目の時はこちらの糸を使いまして、この大きな半円の刺し子をしていきました。で3回目に入りまして、こちらの糸になりまして、今度はですね小さな半円ですね、そちらの刺し子をやっていきました。で4回目も、この小さな半円のところですね、同じところを刺していて、縦向きなんだか横向きなんだかの違いなだけであって、やってることは同じで、ただ進捗、ここまで進みましたっていう話、を4回目でしました。そして今日ね5回目で完成っていう感じです。で4回目が終わりまして、ここまで進むまでの進捗をお話ししようかなと思います。4回目でこちらの糸で小さな半円を差し込していきまして、それの後に2箇所くらいね残ってるところがあったので、それを刺し進めました。でその2箇所刺し終わった時点でもう刺し子する部分は完成で、その後に1回洗って模様線ですね、水色の、ね、水で消えるタイプのペンで模様線描いていましたので、それが洗うことによって消えます。そして乾かしてアイロンかけます。その後に糸処理ですね、糸端がここのね、私はだいたい外枠の部分に出てくること多いんですけれども、こう残ってる部分をカットしていきました。そこはねもう宿題として、そこから糸端をカットするところからやろうかななんて前回の動画で言ってたんですけれども、他の付近も紹介したかったなとも思ったので、その糸処理もね宿題としてやっておこうと思いましたので、そこの工程は終わっております。そしてはい、完成しましたっていうことですね。やっと。でもねやっぱ早かったですね。サクサク進んだっていうのはあります。模様差しでそこまで道に迷うこともなく、でなおかつこの模様だとこのね刺し子している途中で、例えばですけれども模様線のが飛んでさらしとさらしの間に糸通してこっから出してみたいな模様ではないんですよね。こちらの外枠から例えばこうぐーっとねこちらの反対側の外枠まで道なりに途切れることなく曲線が続いてるんですよね、基本的には。どこの角度行っても。なのでそのねやっぱさらしとさらしの間こう糸通すってちょっとこうその流れがね一旦止まっちゃうから、そういう部分もこの付近ではっていうか模様ではねないので、とにかく指の動くまま、多少曲線だからどうしてもここのこまめにね糸を一回出してあげてっていう工程は入りますけれども、それでもねこうぐーっとこう流れに沿っていけますので、サクサク進めたかなっていう感じはあります。こちらのね2色で刺してみて全体的に仕上がった感じもなんか落ち着いた大人な雰囲気な、とはいえ可愛らしい雰囲気もある付近だななんて
思っています。表から見ていただくとこのような感じになっています。今ねアップで針目をいただいております。細かいというか細い糸なので刺し子する上ではできるだけ細かい針目で刺そうと思いながら針を進めていました。はい、反対側から見ていただくとこのような感じなのですが、表がこっちで裏がこっちですなんてね、私今言ったんですけど分かりません刺してる私もちょっとあやふやですね。あの模様刺しはまあね表も裏も同じように出るっていうのはあるんですけれども、刺し方によっては交点のところのパターンを決めたりとかする場合もあるので、そうすると大体模様刺しの場合交点を見るとこっちは表だこっち裏だっていうことの判断がついたりするんですけど、今回のこの模様に関しては私は交点の部分もただただ指の動くままバランスとかね他の模様では考えるんですけど、ここに関しては例えばこういうところの交点ですよね。もう気にせず指の動くままもう進みましょうと思って私はこれ作っているので表なんだか裏なんだか、いやどっちも表といえばどっちも表みたいなことですね。はい、どちらでも全然変わりなく使うことができますね。はい。っていうことで、このように完成しました。はい。よかった。無事に完成することができて。で、じゃあ、以上がね、半丸つなぎの完成した付近の紹介でございました。ここからはですね、今まで刺していた付近で最近完成したのがありましたので、その紹介をしようかなと思います。ではね、まずこちらですね。はい。はい。糸の名前なんかは分かる範囲で概要欄に書いておきますね。模様としてはホビーラホビーレさんの刺し子布のクラッカーになりますこれね、人によってはあれこれ刺してなかったって思う人がいるかもしれない。というのもこれは私はライブ配信でですね刺したことがある模様なんですよ。ちなみにこれなんですこれをライブ配信ではライブ配信でひたすら刺していた模様はこれです。でこれが刺し終わって、まあいいんですけど一通り終わっていいんですけど、裏側のね模様のここがもうちょっとこうできたらよかったっていうこのなんか反省点みたいなのが私この付近を刺した後に残ったんですよ。だから次の時はこうすればもうちょっとこう出るんじゃないかみたいなことが頭の中でぐるぐる思っていたのでまた刺しましたそして完成で、今言ったもうちょっとここのとここうすればみたいなところが何かっていうのはこっちがね一番最初に刺した模様ですから、そこだけちょっとちらっと説明したらあとじっくり針目見ていただきますけど、これ裏なんですよ。クラッカーの裏でなんかパッと見はねもちろんいい感じでこれもこれで刺せてるじゃんと例えばこれでね裏返してこういう風にしてこういう風にしてこうパーッと見たら別にどっちもどっちというか刺せてるねっていう感じでは見えると思うんですよ。でもただこっちのこここうすればよかったっていうのはですねどういうところに現れてるかっていうと、例えばじっくりね分かりやすいとこどこが分かりやすいかな、ちょっとお待ちくださいね。そうですね、じゃあこの辺りとか見ていただこうかな。例えばここね、ここで私ここがこうだなって思ったところがここって縦も横も斜めも、この辺りでね密集してるんですよ。でこれ注目していただきたいのはこっちのこの縦のラインかな。この縦のラインの特にこちら側ここが
ここの斜めで引き連れてるのがわかるでしょうか。はい。これは縦ラインを刺した後にこの斜めが入ったんですよね。この斜め入ったことによってここのところがこの縦のラインのねところがこの斜めが後から入ることによってこうつれちゃってるんですよ。引っ張られてるんですよ。だからこのまっすぐっていうところにちょっとねかかってる。でこれ例えばじゃあこれもそうなんですよ。これの場合はこの横ラインですね。横ラインのまっすぐなところがこの斜めが後から入ることによってこう引き連れちゃってるんですよね。でこれがこれ針のね刺す順番によってこの縦のラインにこの斜めが影響しちゃうんだなっていうのをこう全部刺し終わって途中からもそうでしたけどこういうところのねクロスが出てくるのをこう裏で確認した時にここ引っ張られちゃうんだっていうのに気づいたんですよね。でたまたま引っ張られない偶然にもね引っ張られずに出たとこもあるんですよ。出たとこもあるけどこういうところこれも引っ張られてるんですよね。こっち側かこの斜めの張り目がこのまっすぐな線をこう引っ張ってる感じに見えるんですが見えるというかなってるんですよね。でこれを次はってことは最初に斜め刺してでその後にこの縦のね二重線刺せばそれはないんだなっていうふうに思ったので次そうやってみようって思ったんですよ。でそれが頭にあったからこれをこれを刺したんですよ。じゃあそれをねそういうふうに刺すことによってどうなったかっていうのをね見ていただくんですけれどもそれがねここのねまっすぐにライトグレーの糸なのでちょっと見えにくいかもしれないんですけれどもここも確かに先に斜めを刺してるんですよ。でその後にこのねまっすぐの二重線をこう刺すことによって引き連れてはないんですよ。引っ張られてまっすぐなところの模様に線に影響してるってことはないってことがこれでね証明って言ったら大げさですけれども確認してみようと思ってねやってみて実際確認できました。だから私またこれ刺すんかいってわかんないですけどもし刺すんだったらせめて糸変えますね。はい。糸変えて刺すんだったらこれでねこれ1枚目はいこれ2枚目でこれまっすぐなところちゃんとまっすぐ出たわっていうことがね分かったのでとにかく斜めを先に刺しちゃう。でその後にまっすぐ刺すっていう風にでも補足するとそれはあくまでこの模様に関してはです。さっき言ったようにまっすぐな方からやっちゃうとまっすぐなとこやって次に斜めをやると引っ張られちゃうっていうことがね分かったからあえて先に斜めをするこの模様に関してはって思ったってことですね。はい。そうじゃなかったら私はどっちかというとできるだけまっすぐから刺したいですね。なぜならまっすぐの方が糸こきがまだしやすいからですね。まっすぐな方で斜めの糸こきってしにくい難しいんですよね。だから斜めからやっちゃうとここの付近がなんとなくこうしっくりこないっていうかしっくりくるんだったらまず縦と横の直線を全部刺してなんとなくこの布をね安定させてその後に斜めを刺すっていう方が私はその方がいいとは思っている。他の模様だったらね基本はそうします。だけどこの模様の場合はさっき言ったような引き連れる箇所ができるからっていう理由であえて斜めから刺した。でもこれもねやっぱり一回刺してみてその張り目を見て反省点をこう自分の中でこれはもうちょっとこうした方がいいんじゃないかみたいなことを思った上での結論になるのでやっぱねやってみなきゃわからないっていうことですね。はい。ということでこういうふうに納得いくようにこれはね完成できましたのでさあ次何で何で刺しますかねってまだ刺すとは決めてないですよ。刺すとは決めてないですけどはいその場合は斜めを先に刺しでその次にまっすぐ刺す
っていうふうにやろうかなと思います。でもこれはあくまで裏の張り目の出方の話を言ったので、表から見る分に関しましてはですね裏斜めから刺そうがまっすぐから刺そうがね、基本はこういうふうにね同じように見えますから。それをどこまで自分はこうどこの部分をねどこまで気にかけたいかっていうのは人それぞれですからね。私はさっきの裏のねここの部分の出方をもうちょっと改善したいっていうところ思ったので、そういう刺し方にして、そしてこのように完成しましたっていうことですね。はいそれをね考えて、いやほんとこれ斜めから刺したらうまくいくのかなみたいなのを実験して、そしてその結果をこうやってね見るのが楽しいからすごくこう満足する、より満足する布巾が出来上がったし、でもこういうふうに満足できるかどうかもやっぱとにかく一回刺してみて分かったから次の時はこうしようっていうふうに思ってこういうふうにね完成することができました。はい、これがクラッカーでございます。次、ほらこういうふうにね喋ったら長くなるなって思ったから私半丸つなぎの糸処理をねもうやっちゃったんですはい次、はいこちらでございます。こちらは花十字ホビーラホビレさんの花十字という模様の布巾になります。これもね見ていただいてあれじゃないって思った方もしかしているかもしれないです。というのもこれはですね、ライブ配信私やっております。不定期ですけれども朝6時半から30分間やってるんですね。でそこの中でひたすら作ってきた布巾でございます。花十字いつぐらいの時期にやったかな、ちょっとお待ちくださいね。これですね、私ライブ配信でピント合ってるかな、ちょっと見えにくかったら申し訳ないんですけれども、ライブ配信でやってきた模様をなんとなくこうざっくりとした時期とねやってきた模様をこういうふうに書いてるんですよ。さっきのクラッカーは去年の8月からやったみたいですねではいそれはそれでいいんですけど、花十字ね、今はお花畑というものをライブ配信ではやっています。でその一つ前の花十字、これが5月から8月の途中までにかけてやってたんですよ。でそれが完成したのがこれで、これの、ライブ配信でやる時ってとにかくこの付近が刺し終わるまではライブ配信でやるんですよ。でもこれの、さらしの仕立て方ホビーホビーレさんのってここが最後にこの字閉じでこう閉じるっていう仕立て方になってるんですよね。なのでここの付近の模様が終わってもはい完成ってはならなくて、その後にここを閉じなきゃいけないっていうのがあるので、それをね宿題とさせていただいてたんですよ。ライブ配信ではここの刺し終わりまでやりまして、でその後にこのぐるっとね一周この字閉じの分をね、刺していきまして、あと洗ったりね、糸処理したり糸端を切るってことですね。あとアイロンかけるか、そのあたり一通りやって、それで全部完成しましたっていうことで、それはねまだねライブ配信では見ていただいてなかったのでじゃあ一緒にここで紹介と報告を兼ねてしようかなと思いましたので、ライブ配信でやっていた付近がこのように完成いたしました。さらしのこの仕立てって方法必ず一つではないので、最後に閉じるのもあれば例えばこういうふうにね、これ正方形で私がさらし切って仕立てしたんですけれども、こういうふうに一箇所だけ縫うだけで、あとほらここのところは両側面ですね。さらしのこの両側面はさらしの硬くなった部分を利用してるっていうタイプの仕立て方もあるので、これの仕立て方の場合だったら刺し子部分が終わりましたってなったら、その後にここをね周りを閉じるって必要はないんですよ。あえてねそういうの好んで私この仕立て方選んでるんですけど、でそれだったらもう基本
刺し終わって終わりで、あとは洗って乾かして糸端切るかぐらいですかね、やることは。なので私はこういう仕立て方を好んでやってるんですけど、方法の違いによっては閉じなきゃいけないっていうのがあって、それを閉じましたってことですね。閉じて今こうやってね完成してライブ配信でじっくりじっくりねやってきました。でもやっぱり私結構模様出しが好きでなんていうことあるんですけれども、一目指しも面白いですよねやっぱりっていうのも改めて感じますね。これの面白さってやっぱり裏の模様を一目指してどうやって出んのかなみたいな感じでね、クラッカーの場合は似たり寄ったりな感じはあるんですけど、これだとねまたガラッと違うんですよ、模様の出方が。それも面白いですよね。はい、これ裏です。もうある意味ね、全然模様違うからこその二重に楽しめたりもしますよね。裏なんだか表なんだかっていうこともこれも言えるかな。こういう模様ですってね、見えなくもない裏のこの出方ですよね、模様の出方で。これだから花十字ね、花十字。基本的にほら売られてる時とかはここが印刷されてるから、こういう風に出んのねなんてね思って刺し子しますけど、でもほら出来上がって見てパッとこうね裏を見ると、こういう風にも出るんだっていうので、裏も表も楽しめる、そういう意味ではねガラッと違うっていう意味で楽しめる模様だなぁなんて思ったりしてました。ここもねやっぱ難しいんですよね。まだ私これの場合はこのちっちゃい四角の中にこうクロスしてるんですよね。そこの部分はまだねいいとしても、このなんとなくこう十字になってるでしょ、十字になってる模様の中のこのクロスする部分、ここはちょっと甘かったな。これまた刺すかは分かんないけどこれ1枚目なので、この1枚目終わった私の中の反省点とするならば、やっぱこの十字で出てくる模様の中のこのクロスする部分かな。ここのクロスがちょっと甘かったかなっていうのありますね。ここに隙間が出やすいなっていうのはこう見ててパターンとしては思うんですよね。この辺りとかもねちょっと隙間が、だからこの隙間をどこまで、自分がねいいんじゃないって思えるかっていうのは人それぞれですので、もし次、いやもちろんこれでいいんですけど、これはこれでいいんですけど、じゃあまた同じ模様で例えば違う糸に変えて刺し子するんだったらを考えた時は、やっぱこのね今言ったクロスをちょっと気にかけるポイントとしては気をつけてね、刺し子したいと思います。はい、ではね表に返しまして、はい、今日ね紹介した布巾を並べてみましょうか。これとクラッカーと、そしてメインはねこれですから。いやこちらがね今回のはメインになりますからね。はい、一番上にこれをね重ねまして最近ね完成したね布巾をちょっと並べてみました。はい、ここからは次回の予告になります。ですね、今回ははまるつなぎが終わりました。で、これの模様を、作るきっかけのところでもね、お話ししたんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。はい、こちらの本ですね。この本に載っている模様を順番にやっていきたいなと私は思っていて、それではまるつなぎを選んだんですよね。で次はとなると、じゃあこれのねはまるつなぎの次の模様になりますね。それが私一覧に書いてたんだな、ノートに。どこだったかな。そうだそう、これね刺し子の基本の、今回この半丸つなぎがね終わって、次これね読み方がね、このまま漢字通り
読むとね六角重ねって読んじゃうんだけど、あれね本にね振り仮名振ってたからね、ちゃんとね、ちょっとお待ちくださいね。あ、結び重ね。ちょっと口が言い慣れてない言い慣れてない。結び重ねだそうです。漢字で書くとね六角重ねって読んじゃうんですけど、結び重ねだそうです。そちらのね模様を次はねやっていこうかなと思ってます。だから、まだ半分いったかな。これがねその目次のところを書き出したんですよね。それでやったことある模様にはもうチェック入れていて、あとはやってきた模様で順番にこうチェック入れてきて、半丸つなぎは今回終わったから次結び重ねなので、どういう模様かっていうのはもうこちらのね刺し子の基本を参考に見ていただければと思います。私はこの本を参考に、頑張ってね作っていこうと思ってますので、とにかく新しい模様とのね出会いでそれを繰り返すことによってどんな模様でもね、なんかその模様とは初めましてだけれども、やればやるほどにここの部分はあの模様のところと似てるな、だからあの時こういう風に刺したから今回もこういう風に刺してみようかなとか、違う模様でもそういう何かしら似てる部分が共通性があったりとかして、それが参考になって初めましての模様でも、ゼロからじゃなくてね、こう差し子できるっていうのがありますからね。もうひたすらそれを私今ね積み重ねてる感じですかね。それでなんか自分の納得いく付近仕上がったところを見て、こういう風にできてよかったなみたいな風にね、とにかく思うのが楽しいと思ってひたすらやっていますので、はい、次回もね結び重ねですね、それをねやっていこうと思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。